連休住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。よく怪談話をしてますと、いろんな方からまた私のも聞いてください、私のも聞いてください、たくさんお話をいただくんですけれども、そんな中でもやっぱり怖いなと思うのが深夜のインターホン。怖いですよね。私なんかも実はお寺よくあるんですよ。お坊さん同士集まりますとね、いや昨日突然深夜にインターホンが鳴ったら次の日がお葬式だったとか、亡くなられた方が訪ねてこられたんだみたいな話を、お坊さんの中でもよくするんですけれども、今回はですねこの深夜のインターホンから始まった、お話をさせていただこうというふうに思います。これある男性の方なんですけれども、寝ていますと深夜のもう2時頃にピンポーンインターホンが鳴ったそうなんです。で、今インターホン鳴ったよなと思いながらも半信半疑で玄関の方へ行くと再びピンポーンと鳴ったそうなんです。でそこはモニターがついてないインターホンで出るしかないそうなんですね。うわこんな夜中の2時に誰だろう、なんかちょっと怖いなと思いながらも玄関の扉を1枚隔てて、どなたですか、今もう深夜の2時ですよ、もしかすると酔っ払いかもしれないと思って扉越しに声をかけた。そうするとおばあさんのようなお年寄りのような声で、すいません、夜分恐れ入ります、助けてください。どうやらおばあさんのようなんですね。あれと思ってすぐに鍵を開けてガラガラっと開けると、一人のおばあさんがはあはあと肩で息を切りながら、すいません、助けていただきたいんです、そうおっしゃるそうなんですね。で、おばあさんどうしたんですか聞くと、いやちょっとこっちへ来てください、こっちへ来てください。手を引っ張られるままずっとおばあさんについていかれたそうなんです。そうすると 2,3 軒向こうにこのおばあさんの家があるそうなんですけれども、この家の中で実は人が倒れてるんです、そう説明されたそうなんですね。で、この家の中でですか、そうなんです、そうなんです、すいません、助けてください。このおばあさんがそうおっしゃるので、じゃあ分かりましたっていうことで戸を開けようとするんですけれども、鍵がかかってるんですね。おばあさんこれ鍵かかってますよって言うと、もう戸を壊してもらってもいいので、そうおっしゃったので、緊急事態で、じゃあ分かりました、とりあえずこの戸蹴破りますねって言って、ちょっと、格子でガラスがはまってるので簡単に蹴破れたそうなんですけれども、そこをバーンと壊して中へ入りますと、おばあさんが倒れてたそうなんです。おばあさん大丈夫ですか、声をかけるんですけども全く反応がない。すぐにこの男性携帯電話を持ってきてたので、携帯電話でですね、119番をして、ですぐに来てくださいということで、おばあさん大丈夫ですかって言いながら119番された。すると救急隊の方がすぐに来てくださって、入ってこられて、でどうされたんですか、いやちょっとわからないんですけれどもおばあさんが倒れててっていうと、どうやら食べている何かが喉に詰まって息が苦しかったそうなんですね。ですぐに救急隊の方が何かが詰まってるっていうので、その場で処置をずっと進めるんですね。そうしますとやがて、警官の方たちパトカーも来てですね、どうしたどうしたということになるわけです。で、通報者の方ですかって言われて、私が通報者ですって言ったら、あなたが通報者、あれ玄関の扉があんな風に壊れてますけどどういうことですかって言われた。いや実は違うんです。深夜にですね私の家に、おばあさんが訪ねてきて、助けてくださいって言ってたので、おそらく一緒に暮らしてられる方、あれだとするとこれ鍵が開いてないのおかしいな、いろいろとパニックで今までここまでやってきたけども、あれおかしいなとそこで思い始めた。そうすると警官の方が、あなたこれ戸を蹴破ったのはあなたで間違いないんですか、勝手に入られたんですか、なんとなく悪いことをしたように言われる。で、いや、そうなんですけど、いやおばあさんが助けてくださいって、ほらほらあそこにあそこに、ちょうど外の道路のところにその助けてください、インターホンを押しながら来たおばあさんが立ってたので、あの方が助けてくださいっておっしゃったんです。それと警官の方が、あのおばあさん、あのおばあさんがね、じゃあおばあさんとちょっとあなたと別々に話を聞こうという会話をしている最中、このおばあさんの姿を見て2人ともあれと思うんです。何かって言いますと、今家の中で倒れているおばあさんと
今道に立っているこの通報を助けてください、通報お願いしますと頼みに来たおばあさんが全くの同一人物だったそうなんです。お顔も一緒ですし、髪型も一緒ですし、いや間違いなくあの方、どういうこと？警官の方と2人で顔を見合わせて一緒の顔してるよね。思わず行くと、そのおばあさんが大きな声でありがとうございました。通報してくださってありがとうございました。そうおっしゃったそうなんです。で、警官の方も、じゃあやっぱりあなたは頼まれて通報したんですね。いや、そうに決まってるじゃないですか。でもあの人って言ってるうちにそのおばあさんがスーッと消えられたそうなんです。あれ？これもしかすると、今家の中でおばあさん亡くなられたのかな。魂が抜けてそこに来られたなんて話を以前この男性耳にしたことがあったそうなんです。もしかすると家の中の方が亡くなって自分が倒れてるので助けてください、自ら魂だけが頼みに来られたのではないかな、そうこの男性思ったそうなんですね。でもちろん警官の方もその姿を全く同じようにご覧になってますから、この男性が勝手に入ったんではないというふうにいろいろと調べた結果になりまして、でこの男性も、じゃあ後日また、おばあさんがどうなったか連絡しますねということでその場は終わったそうなんです。男性これ家帰られてからね、おそらく警察からの次の電話があった時にはおばあさん亡くなられました、そう言われるんだろうなと思ってたそうなんですね。そうしますと警察から電話がありまして、もしもし、よくよく聞きますとこのおばあさんなんとか一命は取り留めたそうなんです。そうでしたか。でもそうなると道のところで消えたおばあさんの正体は一体何だったんだろうな。警官の方も実際に霊が消えていく姿を見てられますから、ちょっと疑問にも思ってられて、ただ警察という立場もありますから、いやちょっと時は私たちも気が動転してそう見えたんですかねなんて話でちょっとうやむやにされたそうなんですね。でもこの男性最後まで気になったので、元気になって家に戻ってこられたこのおばあさんのところに実際に訪ねに行かれたそうなんです。そしておばあさんに話を聞くと、実はあの日ご飯を食べてると喉に詰まらしてしんどいしんどいと思ってどんどん胸を叩きながら、で男性の方が蹴破って入ってきたのもなんとなく覚えてられたそうです。ですからかすかに息はできてたんでしょうね。完全に止まってたわけではなく、でなんか返事をしなくちゃと思うんだけど声は出なかったんです。要するに意識はあった、そうおっしゃるんですね。となると霊体か何かが出てきてですね、インターホンを押して助けてくださいって言った人は誰なんだろうと、また謎が深まったわけです。ところが部屋をずっと見渡してると、なるほどということで謎が解けたそうなんです。これどういうことかと言いますと、このおばあさんのお宅には一つのお仏壇があった。そこに遺影が飾られてるんですね。よく見ると全くこのおばあさんとそっくり、もしかするとお母さんの、お家かなと思って、お話を聞きますと、おばあさんがそれは母ではないんです、母のお位牌はこっちで、写真はこれなんです、それはね先日亡くなった双子の姉なんです、そうおっしゃったそうなんです。双子のお姉さんか。いや実はおばあさん、私扉を蹴破って入ってくる前にこの方とお会いしてるんです。このまさに双子のお姉さん、ピンポン押して助けてくださいって来られましたよ。そんな話をこのおばあさんに信じてもらえるかどうかわからないですけどされたそうなんですね。そうするとおばあさんはワンワン泣きながら、そうでしたかそうでしたか、ありがとうございます。実はこの方お身内が一人もおられないんです。一人暮らしでいつも寂しい。唯一の話し相手が双子のお姉さんだったそうなんですけれども、このお姉さんもご病気で亡くなられて一人寂しいな、もう今自分のことは誰も見てくれない、声をかけてくれる人もいない、一緒に食事をする相手もいない、寂しいなと思っていたんですが、姉はこの家に私と共にいてくれてるんですね、そう言って涙を流されたというお話でした。
このお話ね、なかなか一概に信じるのは難しいかもしれませんけれども、こういったことっていうのは、実はこの方からのお話だけではなく、他でもたまにこれと似たお話お聞きするんですね。亡くなられた方が見守ってくださってる。それが助けに来てくださってるということが、たまに世の中にはあるんですかね。ただね、今回のお話で皆さんと共に考えたいのは、見守ってくださってるということは、イコール何かということを考えなくちゃいけない。私たちは神や仏に見守られてますね。ご先祖様にも見守られてます。見守られてるということは、見られているということなんです。ですから、何か私たちがいいことをしたら、それはそれでご先祖様も神様、仏様も喜んでくださいますね。ところが、私たちが悪いことをしたり、暴言を吐いたり、悪口をインターネットで書いたり、そんな様子もご覧になってるんです。ああ、残念だな。自分の子孫はこんだけ素晴らしい世界に暮らしながら、そんな悪いことをしてるのか。残念だな。そう思われないようにですね、亡くなられた方に恥ずかしくないような生き方を私たちはしなくちゃいけないんだな。そんなことを考えさせてくれるお話でした。ということで本日もこれで怪談説法を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。